皆さんこんにちは、たかちです。突然なんですが、皆さんメダカがガリガリに痩せてませんか？たまにいるそんなガリコちゃんなんですけれども、もう何をやっても餌を食べない、そういうメダカちゃんはだいたい星になることが多かったと思います。ですが今回は、見事に復活させることができましたので、その方法を皆さんにもお伝えしようと思います。それではご覧ください。どうぞ。はい、問題のガリコちゃんがこの子なんですけど、こちら白姫のメスでございます。見てわかる通り、エラから下の胴体の細さ、もう棒みたいですよね。もう頭だけがでかい。元気よく泳いでいるように見えますが、実はこの子ミジンコも人工飼料も口には含みますが吐き出して一切食べません。日に日に体も細くなってヒレも閉じ始めてきたので、もういよいよちょっと星になる寸前というところまで来てしまいました。そんな心配なガリコちゃん、40日後にはこちらボーン見てください、このぷっくり具合ここまで復活することができました。こうして比べてみるとその違いが明らかだと思います。今では人工飼料もバクバク食べるようになって、むしろ他のメダカよりも一回り大きくなったような気がします。色が白いのは白い容器で飼っていたので色抜けしてしまっているので、時期に戻るかと思います。それでは経過観察しながらその時にどういう対応を取ったのかご紹介していきたいと思います。まず初日、飼育水を 100% そのまま持ってきて水質を変えずに、小さめの発泡スチロールに隔離を始めました。この容器の置き場所としては日中3分の2程度日光が当たるところに置いております。その狙いとしてはやはり紫外線を当ててメダカ自身の自己回復能力を高めていこうっていう独自の理論ですあとはその日光が当たることによってグリーンウォーターができやすくなるので、その植物性プランクトンを摂取してもらおうという狙いがありました。いかんせん何も食べないのでエラからの植物性プランクトンの摂取を当てにしていた時期でもあります。皆さんミジンコ漬けという方法があるのをご存知かと思います。弱ったメダカの水槽内にミジンコを大量投入して食べてもらおうということなんですが、私はその一歩手前の段階としてゾウリムシ漬けというのを行いました。水質が変わる一歩手前のところまで、ギリギリのところまでゾウリムシを大量に投入して、そこから食べてもらおうという作戦です。ミジンコよりもゾウリムシの方が粒が小さく動きも遅いので、食べるのに負担がかからないので最適の病院食かなと思っております。手っ取り早いのはミジンコとゾウリムシを毎日ドバドバあげることだと思っております。なぜかと言いますと、グリーンウォーターとゾウリムシを食べたメダカはその病院食から少しステップアップした餌を求めるようになってきます。最初からミジンコを投入していた場合、ミジンコはゾウリムシを餌にどんどん爆食していっている状態です。なのでその爆食したミジンコ、その中でもひときわ小さいミジンコの赤ちゃんをまずは食べることができます。でそのミジンコの赤ちゃんからどんどん食事をステップアップして最終的には普通サイズのミジンコも食べることができるようになってくるというのが私の計画です実際その通りになったんですけど、こちらで人工飼料のように粒を大きく小さくしたりして口に合うように変える必要がないのでとても楽です。はい、そんなこんなで1ヶ月、ここに来てパウダー状ではなくこの固形普通のサイズの餌もやっと食べれるようになってきました。ただ食べれるといっても本当に一粒二粒ちょこちょこっとつまむような OL みたいな食事なんですけど、それでもとても大きな進歩だと思います。
ただほとんどは食べてもすぐペッて吐き出すことがまだまだ多くて、全然目が離せない状態ではあります。ただ、体も少しふっくらしてきて体調も安定しているように見えますので、ひとまず峠は越えたかなという安心感はありました。ちなみになぜ小さい容器を選んだのかと言いますと、これには訳がありまして、ミジンコやゾウリムシ、イケイを主に病院食をスタートさせたので、まずはその追いかけたりしないように体力をなるべく温存できるように小さめの容器ですぐに見つけられる環境を作ってあげたかったというのが一番の狙いです。温度変化や水質変化は怖かったんですけれども、こまめにスポイトで汚れを取ったり、あとは発泡スチロールを使っていたので、水温の変化が極力少ないようには配慮しました。はい、そして40日後、現在の様子です。もう完全復活したと勝手に思っているので、もう水槽に戻そうと水質を合わせているところです。一つお伝えし忘れていたことがありました。ですね、一つ私アイテムを使用しておりまして、それが何かと言いますと、アミノ酸とビタミンが配合された補給剤というものを使っておりました。こちら必要ないという方がほとんどだと思うんですが、念のためお伝えさせていただきます。ですね、メダカに不足しがちなビタミン、不足しちゃうと体調を崩すっていうことで、あくまでも補助的な意味で私はこのビタミン剤を投与しておりました。投与した場合としなかった場合どう違うのかっていうのは検証していないのでわからないんですけれども、あくまでも栄養補助食品ということで使用してみるのもいいかもしれません。ただこちらなんですが、メダカ専用の商品ではないので、あくまでもあげる場合は自己責任でお願いいたします。気になる方は商品を概要欄に記載していますのでご覧になってください。はい、本日の動画は以上になります。ちなみにもうすぐクリスマスですよ。皆さん自分へのプレゼントや周りの人たちにプレゼント贈りますか？それともサンタさんからもらいますか？私はさすがにサンタさんの年ではなくなってしまったので、自分で自分へのご褒美として桃鉄を購入しました。今年は、家に引きこもって桃鉄三昧皆さんいいクリスマスとお正月をお過ごしください。それではまたね。バイバーイ。